この章では After Effects の基本的な操作を使ってロゴやテキスト、そしてシェイプが動くアニメーションを作っていきましょう。まずはプロジェクトの作成方法です。After Effects を起動して新規プロジェクトを作成します。After Effects のパネルの左上にある新規プロジェクトをクリックします。続いてはコンポジションを作成していきます。コンポジションというのは動画ファイルや音声ファイルを入れる箱のようなものです。コンポジションでは書き出す動画のサイズや画質、フレームレートなどを変更することができます。編集を始める前に確認していきましょう。まずは新規コンポジションを作成します。コンポジションパネルの中央左側の新規コンポジションをクリックすることで、コンポジションを新たに作成することができます。また、すぐに新規コンポジションを作りたい場合は、Mac ならコマンド、Windows なら Ctrl プラス N キーで新規コンポジションを作成することもできます。続いてコンポジションを設定していきましょう。コンポジション設定のオプションが出たら、作成する動画に合った条件を選択していきます。まずはこのコンポジション名のところで名前を決めておきます。今回は動画投稿サイトでも対応できるフル HD サイズで作成するため、基本のタブから幅 1920× 高さ 1080 ピクセルに設定します。次にフレームレートを 24fps に設定します。この 24fps というのは映画などで使われるフレームレートです。デュレーションでは動画全体の長さを決めることができます。ここでは5秒の動画を作るので、デュレーションを5としておきます。すべての設定が終わったら OK をクリックします。コンポジションを作成すると、コンポジションパネルに画面が表示されます。この時点ではまだ何も配置していないので、画面は真っ暗の状態です。もしコンポジションを後から設定したい場合は、メニューのところからコンポジション設定を押したり、コマンドもしくはコントロールプラス K でもコンポジション設定のオプションを開くことができます。この中央に表示されているプレビュー画面ですが、拡大率のところから全体表示を選択することで、変更したパネルサイズに合わせて画面のサイズも変更してくれます。それでは次はパネルを確認していきましょう。After Effects の操作画面は主にパネルと呼ばれる領域で構成されています。ここでは各パネルのよく使う部分について簡単に解説をしていきます。まず簡単な画面構成を説明します。After Effects での編集作業では3つのパネルを主に使用します。まずはプロジェクトパネル。プロジェクトで使用する音声や動画、画像などのメディアや素材を読み込んで整理しておくパネルです。取り込んだ素材の名前の変更や確認を行うことに加えて、After Effects のプロジェクト内だけのフォルダを作ることもできます。次にコンポジションパネル。作成したプロジェクトのプレビューを表示します。この画面内でマスクやテキストなどの作成をはじめとするツールを使った作業や、画面で実際の動きを見ながらオブジェクトの位置やスケールを調整する際には、ここのプレビュー画面上で確認しながら行います。次にタイムラインパネル。素材の配置や編集を行って実際のプロジェクトを作成していきます。横方向は時間軸、縦方向はレイヤーの前後軸になっています。このパネルでは主にレイヤーの細かな設定、アニメーションの調整を行います。現在のフレームを示す青く細長いマーカーは現在の時間インジケーターと呼ばれ、時間軸に沿って動かして使います。その他のパネルはウィンドウのところから確認しておくと良いでしょう。またパネルの配置は見やすいように調整することもできます。例えばパネルの境界線をドラッグすることでパネルのサイズを変更することができます。またパネルを結合したり解除したりすることも可能です。この辺はそれぞれ確認しておいてください。それでは次はワークスペースを確認していきましょう。After Effects では作業に合わせてパネルの配置パターンであるワークスペースの変更を行うことができます。自分の使いやすいワークスペースを見つけて自由に切り替えられるようにしておきましょう。メニューバーのウィンドウからワークスペースへとカーソルを動かすと、名前の横にチェックが入っているワークスペースが現在画面上に展開されているものとして表示されます。作業工程に合わせていろいろと切り替えてみるといいかと思います。それでは続いてはレイヤーを作成していきます。After Effects のプロジェクトは複数の動画や画像ファイルをレイヤーに配置することで画面上に映し出される位置を決めます。ここでは基本的なレイヤーの作り方を解説していきます。まずはレイヤーの作り方です。背景となる平面レイヤーを作成していきます。メニューバーのレイヤーをクリックして、新規から平面をクリックします。平面以外にもここからテキストや調整レイヤー、カメラやライトなど様々なレイヤーを作成することができます。レイヤーというのはその名の通り、重ねた構造のことを指しています。また、レイヤーを作成するときにはそれぞれショートカットキーがありますので、覚えておくと時間効率が良くなります。ここでは平面レイヤーを作成したということで、平面設定が開きます。そしたらまずは名前を変更していきましょう。
ここで背景用と分かりやすいように名前を付けておき、幅や高さはコンポジションに合わせた状態で設定しておきます。色もここから選択することができます。数値や色の設定が終わったら OK を押して平面レイヤーを作成します。これでタイムライン上に平面レイヤーが配置されました。次はレイヤーをロックするやり方を見てみましょう。これから作業を行う上でたくさんのレイヤーを重ねていきます。その際に間違ってレイヤーを動かしてしまわないようにタイムラインパネルのロックのところをクリックしてレイヤーをロックしておきます。このロックがオンになっていると南京錠のマークが表示されます。では次はテキストレイヤーを作っていきます。テキストを作る際にはフォントや文字の大きさなどを気をつけていきましょう。まずはツールパネルから横書き文字ツールをクリックします。カーソルをコンポジションパネルの画面の上に移動させるとテキスト入力用の形に切り替わります。そうしたら画面上をクリックするとこの位置からテキストを入力することができます。ここでテキストを記入しておきます。するとここに新たにテキストレイヤーが作成されます。タイムラインで先ほど作成した背景の上に重なります。この上に配置されたレイヤーは画面上で手前に表示されます。つまり平面レイヤーの上にテキストレイヤーが配置された状態になっているので、画面上では平面の上にテキストが配置されています。この横書き文字ツールですが、ツールパネルのアイコンを長押ししたり、その横に書いてあるショートカットキーをもう一度押すことによって別のツールに切り替えることができます。そうしたらこれからテキストの見た目を変更していきましょう。テキストが見やすいようにスタイルやフォントを変更していきます。テキスト上をクリックしてドラッグ&ドロップしてテキスト全体を選択した状態にしておきます。テキストパネルをクリックして開いてまずはフォントを変更していきます。フォントをクリックするとメニューが展開して好きなフォントを選択することができます。フォントを選択しておいたら続いてはフォントサイズを設定しておきましょう。今回は色は黒にしておきます。ここでポイントとして基本的に日本語には日本語のフォントを、そして英語には英語のフォントを使用すると見た目が良くなります。続いてはテキストを中央に整列させる方法です。テキストを整列させるために整列パネルを開きます。ここでレイヤー整列をコンポジションに設定しておくと、設定したコンポジションに対して整列を行うようになります。今回は水平方向に整列と垂直方向に整列をどちらもクリックしてテキストを画面の中央に配置しておきます。それでは続いては素材を読み込んでいきましょう。アフターエフェクトで編集を行うことができる素材には動画ファイルや画像ファイル、CG ファイルなど複数の種類があります。ここでは画像ファイルを例にプロジェクトへと読み込んでいく方法を解説していきます。まずはプロジェクトパネルに新規フォルダーを作成していきます。素材の数が多くなるときなどは整理しやすいようにあらかじめプロジェクト内にフォルダを作っておくと便利です。今回はすでに平面レイヤーを作成しているので自動で平面のフォルダーが作成されています。この中には平面レイヤーが配置されていますね。新たにフォルダを作る場合はプロジェクトパネルの下にある新規フォルダを作成というのをクリックします。新しいフォルダが作成され名前を変更することができるのでここで名前を決めておきましょう。続いて素材を読み込んでおきます。このフォルダを選択している状態でメニューバーのファイルをクリックして読み込み、そしてファイルをクリックします。ここであらかじめ準備されているロゴのファイルを選択し開くをクリックします。フォルダの中に選択した画像ファイルを読み込むことができました。また素材を読み込む際には After Effects のプロジェクトパネルやフォルダの中に直接ファイルをドラッグ&ドロップすることもできます。フォルダ自体を読み込むことも可能です。続いてはコンポジション画面に素材を並べていきましょう。タイムラインに並べたロゴやテキストの素材のスケールや位置を変更して画面内に並べていきます。まずは素材を配置していきます。画像ファイルをタイムラインパネルのレイヤーの上にドラッグ&ドロップして配置します。タイムラインパネルでレイヤーをクリックして選択してキーボード S を押してスケールを表示します。このままだと元の大きさ 100% になっているので今回は小さくしておきます。スケールの青い文字をクリックすることによって直接入力することができます。またこの青い数値にカーソルを重ねて左右にドラッグすることでも数値を変更することができます。続いてはガイドを表示してみましょう。ここから各レイヤーの位置を調整していきます。まずは配置の目安となるガイド線を表示させていきます。コンポジションパネルのグリッドとガイドのオプションを選択をクリックし、メニューからタイトル、アクションセーフをクリックします。表示されたガイドはバランスの確認やあらゆる画面サイズにおいて安全な領域の確認に使えるので素材を配置する際に参考にしていきます。必要に応じてグリッドや定規も使っていくと良いかと思います。次に複数クリップを選択していきましょう。タイムラインパネル上でシフトキーまたはコントロールやコマンドキーを押しながらレイヤーをクリックすると複数のレイヤーを同時に選択することができます。
ここではロゴとテキストの2つを選択しておきましょう。レイヤーを選択した状態でキーボード P を押すと位置が表示されます。レイヤーの座標を確認することができますね。座標は位置の左が横、そして右側が縦を表しています。レイヤーを個別に操作するときは一度タイムラインパネル上の何もない部分をクリックすることで選択を解除することもできます。今回はロゴのレイヤーの位置の縦の数字の上にカーソルを合わせてロゴを上の方へと動かしておきましょう。また同様にテキストの部分の位置の縦の数値を動かしてテキストを中心より下の方向へと移動させておきます。ここでロゴとテキストのバランスを考えながら配置していきましょう。それでは続いてはキーフレームでアニメーションを作る方法を見ていきます。時間の経過とともに動きやエフェクト、オーディオのパラメータを設定するためにはキーフレームを使用していきます。まずはロゴの画像に簡単な動きを設定していきます。まずは1のキーフレームアニメーションです。アニメーションを設定する際は各要素を最終的に表示したい配置にした完成画面を作っておきます。それが今見えているこの画面ですね。この配置を保存するような感覚でキーフレームを打ちます。まずはロゴの位置にキーフレームを打っていきましょう。最終的にロゴを登場させたい時間で時間のインジケーターを移動させておきます。次にロゴのレイヤーの位置のストップウォッチをクリックしましょう。するとタイムライン上にキーフレームが追加されました。このキーフレームが現在の時間の数値を保存してくれます。別の時間のところに違う数値のキーフレームを入れることによってアニメーションとして動かすことができるようになります。ということでインジゲーターをドラッグして移動させておきます。そしてこの時間のところではロゴを下の方に移動させておきます。すると2つ目のキーフレームができました。スペースキーを押して再生すると先ほど設定したキーフレームの数値へと移動する動きを確認することができます。これがキーフレームアニメーションです。一度打ったキーフレームはドラッグ&ドロップすることでフレームをそのまま移動させることができます。2つとも同時に選択しておくことでこのキーフレームの間隔を変えることなく移動させることができます。これでアニメーションが始まるタイミングを変更することができました。続いて別のキーフレームを追加していきましょう。先ほどのロゴのアニメーションが始まる位置で時間のインジゲーターを合わせておきます。そしてシフトキーと S キーを押すと位置のメニューとキーフレームを表示したまま新たにスケールのメニューを開くことができます。スケールのストップウォッチをクリックしてキーフレームを追加しておきましょう。続いてさらに時間を前に戻しておいてスケールの数値を 0% に変更しておきます。ここで新しくスケールキーフレームが作られてロゴが拡大しながら画面中央に登場する動きが出来上がります。そしてその後に上にスライドするアニメーションが完成しました。続いて拡大するだけのこのロゴアニメーションにポップアップの動きを作っていきましょう。このスケールの拡大するアニメーションのキーフレームの最後のところに移動します。Mac ならコマンド、Windows ならコントロールプラス左の方向キーで時間のインジケーターを1フレームずつ左に動かすことができます。ここでフレームを左に移動しておいてからロゴのスケールを少し拡大するように設定しておきます。するとこの2つのキーフレームの間に新たなスケールのキーフレームが作られます。これで一瞬だけロゴが大きくなるポップアップの動きが完成しました。続いてはここに回転の動きを加えてみましょう。一番最後のところにキーフレームを移動しておきます。そしてこのレイヤーに対して Shift+R を押して今度は回転のメニューを開いておきます。回転のストップウォッチをクリックしてキーフレームを追加しましょう。続いて一番最初のキーフレームの位置にインジケーターを移動しておき、レイヤーの回転のところをマイナス方向に回転しておきます。すると新しく回転のキーフレームが作られて、ロゴが時計回りに回転しながら登場するようになります。この回転のアニメーションも先ほどのスケールのポップアップの動きと同じように途中のところで回転をプラス方向にして弾力のある動きの表現を作っておきましょう。続いてはキーフレームの動きを滑らかにする方法を見ていきます。デフォルトのままだとキーフレームの間の変化は一定の速度になるリニアが設定されています。今回は動きを滑らかにするために全てのキーフレームを選択しておいてから右クリックをしてメニューからキーフレーム補助の Easy Ease をクリックして滑らかな動きになる Easy Ease の設定に変更しておきます。するとキーフレームのマークが砂時計の形に変化します。これで動きが滑らかに変化しました。この動きをグラフエディターで見てみましょう。グラフエディターをクリックするとタイムラインの表示が切り替わり、選択しているプロパティの各要素のキーフレームで設定した動きをグラフの形で確認することができます。表示されたグラフ上で右クリックを押してメニューで速度グラフか値グラフを選ぶことができます。値グラフはプロパティの各要素の数値の変化を時系列で確認することができますが、速度グラフでは0を中心に各要素の数値が変化する速度を確認することができます。
また、グラフエディター上でもマウス操作で編集することができます。それでは速度を調整していきましょう。グラフエディターでの確認や何度か再生したりして納得のいくアニメーションの動きを作っていきます。作例ではロゴが登場する動きを少し早くしておきたかったので、最後の1のキーフレームをドラッグして間隔を狭めておきます。キーフレームの間隔が狭くなるほど到達する時間も早くなります。一つのキーフレームからもう一つのキーフレームに動くキーフレーム補完には様々な種類があります。最初の方で勢いを出したり、もしくは最後の方で勢いを出したり、速度に緩急をつけることができるようになりますので、様々なパターンを知っておくと良いでしょう。それでは続いてはテキストアニメーションを作っていきます。テキストにアニメーションを加える際には、アニメーションプリセットを使うことによって、初心者でも簡単かつ効率的にアニメーションを作ることができるようになります。まずはアニメーションが始まるところにレイヤーを合わせていきましょう。まずはテキストアニメーションを始めたいところにインジゲーターを移動させておきます。続いてショートカットキーのカッコのキーを押すことによってレイヤーの先頭が現在のインジゲーターの地点に移動します。また、オルトオプションプラスカッコキーを押すことによってインジゲーターの位置にレイヤーをカットすることもできます。ショートカットキーを覚えると作業が早くなるのでぜひとも試してみてください。それではこのテキストに対してアニメーションプリセットを追加していきましょう。エフェクト&プリセットパネルをクリックして開いておきます。ここからレイヤーに対してエフェクトやプリセットを追加することができます。ここではアニメーションプリセットからテキスト、そしてアニメートインへと展開していきます。このテキストレイヤーに対してストレートイン単語というのを適用していきます。適用するにはダブルクリックする方法とドラッグ&ドロップする方法があります。再生してロゴの動きを見ながらテキストの動きも合わせておくと良いでしょう。続いてプリセットを調整していきます。テキストレイヤーを選択した状態でキーボード U を押すことで適用したアニメーションのキーフレームを表示することができます。ここで一番先頭のキーフレームにインジケーターを移動しておきます。このレイヤーのメニューを2回クリックして再展開してアニメーター1の範囲セレクターのところから位置を移動しておきテキストの開始地点を画面の右へとずらしていきましょう。画面の右側からテキストがスライドする動きを作ることができます。そしたらテキストの範囲をマスクで設定していきます。最終的にテキストが表示されるところまでインジゲーターを移動します。そしたらツールバーから長方形ツールをクリックしましょう。コンポジションパネル上でテキストを表示したい範囲を囲うように長方形をドラッグしておきます。するとこの範囲内だけにテキストが表示されるようになります。このように特定の部分を隠したり表示させる機能をマスクと呼びます。ちなみに通常位置を動かすとこのマスク自体も動くのですが、今回はアニメーションを追加しているのでテキストの位置は動かず、マスクの外からテキストが現れるようになります。続いてキーフレームの間隔を調整していきましょう。ストレートイン単語のプリセットを追加したことで、範囲セレクターの開始のところにキーフレームが追加されています。このキーフレームはこれまでと同様に自由に動きを調整することができます。このキーフレームの間隔を狭くすることによってスピードは速くなっていきます。逆に広げると遅くなっていきます。最後にこのキーフレームを2つとも選択して Easy Ease を適用することによって滑らかな動きにしておきましょう。続いてはシェイプアニメーションを作っていきます。長方形ツールを使って基本的なシェイプを作り、そのシェイプを動かしながら登場と退場のアニメーションを作っていきます。まずは長方形シェイプを作成していきましょう。レイヤーの選択がない状態でツールバーから長方形ツールをクリックします。長方形ツールはコンポジションパネルの画面上でドラッグ&ドロップすることで長方形のシェイプを書くことができます。ここではテキストの登場する部分に合わせて縦長の長方形シェイプを作成していきました。シェイプを作成するとタイムラインパネルのレイヤーに新しくシェイプレイヤーというのが作成されます。シェイプレイヤーを選択するとツールバーのところでそのシェイプの塗りと線の編集を行うことができます。今回はシェイプは黒にしておきましょう。またこのシェイプレイヤーもこれまでと同様名前を変更することもできます。続いてはアンカーポイントを設定していきます。アンカーポイントというのは動きの中心を決めるポイントのことです。レイヤーを選択してキーボード A でアンカーポイントのメニューを表示します。しかし今回はすでに長方形の位置を決めてしまっているのでアンカーポイントツールを使っていきましょう。このアンカーポイントツールはシェイプの位置を動かすことなくアンカーポイントのみをドラッグ&ドロップで動かすことができます。ツールバーのところのスナップをオンにしておくことによって周りに配置してあるレイヤーに合わせてアンカーポイントを移動することができます。ここでは長方形シェイプの上のところの辺の中央にアンカーポイントを配置しておきましょう。続いてはシェイプをスライドさせていきます。テキストのアニメーションに合わせてシェイプのアニメーションを作っていきます。
タイムラインパネルのレイヤーの長方形シェイプを選択して Shift プラス P で1のメニューを表示します。そうしたら最終的に登場するところでストップウォッチをクリックしてキーフレームを作成しましょう。続いて時間を前へと戻して、このシェイプが左の方向へ移動するように配置しておきます。すると新しい1のキーフレームが作成され、長方形が左から右へとスライドするアニメーションができました。1のキーフレームの2つを選択して、そしてこれまでと同様にこのキーフレームに対しても Easy Ease を適用します。また、シェイプの移動速度を編集してみましょう。グラフエディターをクリックしてグラフ表示に切り替えておいたら、ここでは速度グラフを編集で編集していきます。速度グラフのポイントをクリックするとハンドルが表示されます。ここではハンドルを操作することによって速度変化を調整することができます。グラフの後ろ側のハンドルを前へとドラッグして、グラフの前の方で急に速度が速くなり、後半になるにつれて緩やかになるような形にしておきます。これでシェイプがスライドする動きができました。続いてはこのシェイプの登場アニメーションを作っていきましょう。スケールのシェイプの登場アニメーションを作成するために、この動きが始まるところでスケールのメニューを表示しておき、ストップウォッチでキーフレームを作成しておきます。続いてコマンドもしくはコントロール、プラスシフトプラス方向キーを押して10フレーム前に移動しておきます。そしたらスケールを 0% に変更することによってキーフレームが作成されます。アンカーポイントは上に設定されていたので、上を中心に拡大させるアニメーションが出来上がりました。今度は反対にシェイプを退場させる動きを作っていきます。今度は先ほどとは逆に最後のキーフレームのところでスケールに対してキーフレームを作成します。そうしたら再び10フレームほどインジゲーターを移動しておき、スケールを 0% に変更して長方形シェイプが移動後に消える動きを作っておきましょう。最後にこのキーフレーム4つは先ほどと同様に Easy Ease を適用して動きを滑らかにしておきます。それでは続いてはテキストアニメーションを作成しておきましょう。テキストもシェイプと同様に細かいアニメーションを設定することができます。先ほどシェイプに対して作成したマスクをテキストのアニメーションに合わせて編集していきましょう。テキストレイヤーを選択した状態でキーボード M でマスクのメニューを表示します。現在の時間インジゲーターを移動しておき、テキストレイヤーのマスクの中にあるマスクパスのストップウォッチをクリックしてキーフレームを作成します。このキーフレームはこのマスクの形に対するキーフレームです。ということでインジゲーターを移動しておき、このマスクパスをダブルクリックしておきます。そしてこのマスクパスの端をシェイプレイヤーに合わせて配置しておきましょう。シェイプレイヤーの動きに合わせてマスクを配置することによってテキストがシェイプレイヤーから出現するような演出をすることができます。このテキストの登場の動きを確認しながら必要であればマスクを追加していきましょう。続いてテキストに勢いをつける方法です。このテキストのレイヤーに対してモーションブラーのスイッチをクリックすることによってテキストにブラーのブレが追加されます。これで勢いを演出することができます。それでは続いては複数のコンポジションで編集を行うため新規コンポジションを設定する方法を見ていきます。複数のレイヤーを一つにまとめる機能をプリコンポーズと呼びます。これを適用すると新規コンポジションとして格納され、そのコンポジションの中にまとめたレイヤーが含まれます。ということで一番最初に作った平面レイヤーのロックを解除しておきます。そして全てのレイヤーを選択しておき、プリコンポーズを行っていきます。プリコンポーズを行うと、まずプリコンポーズダイアログが表示されます。ここで名前を付けておきましょう。ここではエフェクトやキーフレームなどの属性をレイヤーに適用するか、プリコンポジションに移行するかを設定することが可能です。今回は全ての属性を新規コンポジションに移動というのを選択した状態で OK をクリックします。これで今まで作ってきたものがコンポジションの中に移動します。これで新しいコンポジションが作成されました。プリコンポーズでまとめられたレイヤーはそのコンポジションをダブルクリックすることで確認することができます。コンポジションを開いている状態でコンポジション設定を開いておきましょう。このコンポジション設定ダイアログから縦横比を固定のチェックを外してから幅は2048ピクセル、高さは858ピクセルに変更します。この比率は映画などで使われるシネマスコープと呼ばれる画面サイズです。OK をクリックしてダイアログを閉じましょう。そうしたらタイムラインパネルでレイヤー背景を選択しておき、右クリックをしてメニューからトランスフォーム、そしてコンポジションの幅に合わせるをクリックします。そうすると背景のサイズがコンポジションの横幅に合わせて変更されます。これで映画館でよく見るような上下の黒帯が見えます。このままでも黒帯として使えますが、この黒い部分というのは透明な状態です。コンポジションパネルの透明グリッドをクリックすると、黒く見えていた部分が実は透明であることが確認できます。ということで、ここで一番最初にやったように新規平面を作成しておきます。ここでは色は黒にしておきましょう。
ここで作成した黒の平面は一番下に配置しておきます。最後にコンポジションをフェードアウトさせて終わりましょう。コンポジションを選択してキーボード T で不透明度のメニューを表示します。画面をフェードアウトさせたいところで不透明度のストップウォッチをクリックしましょう。続いて画面を完全に暗くしたい位置でインジゲーターを移動しておき、不透明度を 0% にしてキーフレームを作成します。すると徐々にコンポジションレイヤーが透明になり、その後ろに配置した黒の背景が表示され、画面を暗転させるアニメーションができました。もう少しゆっくり消えてほしい場合は、一番最後のキーフレームをドラッグして調整することもできます。これで基本のモーションは完成です。それでは最後に動画の書き出しを行っていきましょう。編集したままのプロジェクトは After Effects でしか再生できません。この編集したコンポジションの情報を動画ファイルとして書き出して異なる媒体でも再生できるようにします。書き出しの方法はいくつかありますが、ここでは After Effects で直接書き出す方法を解説します。ファイルから書き出し、そしてレンダー Q に追加をクリックします。するとタイムラインにレンダー Q のタブが追加されます。もしくは書き出しの際に Adobe Media Encoder で書き出すことも可能です。すると書き出し専用のソフトが立ち上がり、そちらで書き出すことも可能です。この書き出しの画面が開いたら出力先の文字をクリックします。書き出す動画の保存先を指定するダイアログが開きますので、ここで名前やフォルダを指定して保存をクリックします。出力モジュールでは細かな書き出しの形式を設定することもできます。設定ができたらレンダリングをクリックすることで After Effects からそのまま書き出しが行われます。ポイントとしてアニメーションを作ったらデータはこまめに保存しておくようにしておきましょう。予期せぬトラブルでパソコンがシャットダウンしてしまった時にデータが失われるのを防ぐためです。これで基本的な機能を一通り使って動画を完成させることができました。